正弘のうまいのなんのうまいのなんの正弘です。今回はラーメンです。実は日本中のラーメンを日本中って言っても、北は札幌から南は鹿児島までなんですが、いろいろ東京以外のラーメン屋さんを回ってるうちに不運な噂が聞こえてきて、今からもう3年も4年も前なんですけども、氷見に素敵なラーメン屋があるよというふうに聞いてたんですが、なんとお店の名前がとんじんち漢字で3文字なんですけど書けませんとんじんち、調べまして仏教用語なんですけども、こんな不思議な名前をつけたラーメン屋さんどんなもんだろうと思って、土曜日だったんですけど、日差しがいいところに行きましたら、長蛇の列、お店の店構えとてもラーメン屋さんに見えない、なんとラーメンやってますとか、ラーメンがありますかなラーメンがありますっていうラーメン屋さんありましょうか。よくよく聞いてみると、夜食事をさせる、そういう食事どころだったところの最後の締めみたいなものでラーメンをやってらしたら、それが評判になって、じゃあお昼はラーメン屋さんをやろうかということになって、お昼だけやってらっしゃるラーメン屋さんなんですが、とんじんち、最初はものすごく並びました。それをきっかけにちょっとひょんな出会いが実はその前にあったということなので、いわく因縁ついてる素敵な美味しいラーメン訪ねてまいりました。とんじんち、ご覧ください。うまいのなんのどこのお店だか分かりませんこれが氷見のとんじんちです。いや、なんと上はドンペリニオンばっかりだね。すごいすごいすごい。クリュックもある、サロンもある。いやー、DRC もある。すごいです。夜も楽しいんです、本当は。いや、もうなんていうか、その好きな方だけ集まってその空間だけ作りたいんで、たまにそういうのやらせていただきます。ですよね。今度資金が欲しい。うまいのなんの。お休みは月曜なんですけど、でもし東京予約食事の予約あったら、もうすぐ行ってとんぼ帰りなんですはい、はい。で今はとにかく お昼のラーメンでほとんどいっぱい。そうですね。はい。夜はほとんど開けない。夜はもう本当にこっそりたまに、もう本当にたまに開ける。稀に、いやいやいや、気の合う人だけ。気が合う人だけ。どんなお料理作られてるんですか、夜は。氷見なんで、とりあえず最初魚、で刺身じゃなくてちょっと手加えたもの、刺身は誰でも切れるんで、そうじゃなくてちょっと手加えたものから始まって、でうなぎで一旦締めるんです。それから肉の方に移行して、それで皆さん最後締めにラーメンが欲しい。多分食べたいっつって言ってんだけど追いつかないですねそれはそうですよね。今日は特別に前カットしてラーメンだけ作っていただけるという。今日じゃあ3種類出しましょうか。どうですか。いや、僕はとりあえず煮干しと白、それがメインで、なんか他いただければ。で朝ラーメンのスープ残ってるんで、それを食べて、最初それを食べていただいた方がなんか朝だなっていう、要は朝食みたいな感じのラーメンで、もう絶対もたれないなら。そうですか。じゃあ特別に僕連食したことないんだけど煮干し第一で朝ラーメンと、はい。でもこんな贅沢ないですよね。並ばないで今日食べさせていただいてそうですよね。この間はだって1時間は並んだよね。もう1時間ちょっと待って。今もすごいですか。今そうです。もう天気が良くなる。そうですね。今日はちょっと寒いけど、もうこれだけでも十分美味しいんです。これもう本当にこの塩気ももう肉の体から出る塩気なので何にも入ってないんですけど、この塩気が素晴らしい。美味しいでしょ。塩っぱいと思わせたらもうダメですよね。これ何にも入ってもう動物系だけなんです。
すごいよ。油が強いんだけど塩気はないんで、だからこういうのは本当は塩ラーメンで出せば美味しいと思うんですけど、もう豚肉とガラと丸鶏しか入ってないです。みんな塩ラーメンって言ってるのは塩の味がするラーメンになっちゃってる。そうですね。美味しいでしょ。美味しい。だこういうのよく割烹屋さんとか最近焼き鳥屋さんがよくこういう感じでラーメン最後締めて出されてると思うんですよ。うまいのなんの。ちょっとバランスが貧弱なんですけどそうだね。2玉を3つに分けて、はい、この出来上がりましたもののラーメンの名前は、これ和風ラーメンですね。はい、和風ラーメンです。和風ラーメン、はい、いただきますです。うまいのなんの。はい、いただきますです。和風ラーメン。うわー、だしの旨味が、結集してる感じです。とてもそれで進んでる。いやー、さっき丁寧に切ってくださった細いネギがありまして、チャーシューが部位が違うところが2枚。つゆが本当にいい具合に絡んでる。レンゲを使わない方が美味しいな。うまい。はい。白醤油ラーメンです。はい。うわ、美しい。これ以前来た時白醤油でいただいたのがこれですか。はい。うわ。私が前回食べ損ねた。はい。煮干し、氷見の煮干しラーメンなんですよ。腕まくりをしていただいて、まずおだし。なんか煮干しが甘い感じだね。素晴らしい。まあ煮干しは私あんまり得意じゃないんだけど、これはすごいな。頑張って麺との相性もいいかも。うまい。はい、あとはいろいろ試していただきたいと思います。うまいのなんの美味しくいただきました。はい、ちょっとお話を伺いたいんですが、お店の名前のトンジンチ、はい、私全然知る由もないような
言葉なんですが、はいとても意味があると、人間の生き方にとって。そうですね。でちょうどここに絵があって、ここにトンジンチって書けっつっても書けないんですが、ちょっとこの意味を教えていただけますか。まあ実言うともう版画が好きで、はい。でこの方の作品がもうほとんどフクロウだったんですね。フクロウの版画だったので、たまたまそういう顔の版画あったんで、えこれ珍しいなと思って買ったんです。えで下の字なんか全然読めないし気にもしなかったんでね。はい。するとある時京都から偉い坊さんが来られてお店に「いやマスターこれ意味わかるか?」って聞かれて「いや書いてあるのも忘れてた」みたいな感じで聞くと、そしたら向こうからそのトンジンチの意味を教えていただいて、トンがそのむさぼり欲ですね。で人が怒り怒る。で地が無知選ぶるなとか、そういう意味なんですね。ああ、なるほど。でそれを僕逆手にとってそういうのを直していこうという考えでこういう名前を付けさせていただいた。人間の持ってる品性の劣ってることをかえってそれを手本としてそれをやらないで自分の仕事に生かしたい。そうなんです。そういう意味なんです。こんな名前のラーメン屋さんないですもんね。でもう真ん中の陣がなかなか治んないですね。やっぱりすぐ怒っちゃうんで。なるほど。何年ぐらい前にこれに目をつけてお店の名前にする。これはねもう最初焼酎屋さんって焼酎屋ってもうバーンと名前打ってやってたんですね。でそれ焼酎あんまり好きじゃなかったもんで、やっぱこういうのやっててもダメだなと。でも一気に名前変えちゃおうと思って、介護10年ぐらい前ですかね。はい、トンジンチにしました。ところで私実を言うとこちらのお店の噂を聞いて、暑い時だったんですが、あれは確か土曜か日曜かとても天気がいい日に1時間以上並んで、ありがとうございます。どんなお店かなと思って入って、つまりこの調理場を通って奥の席に座るんですが、入った瞬間声かけられて。そうなんですよね。そう、マセロさんって言われて、ってすぐ思い出せなかったんですが、なんと私が東京のお寿司屋さんの助山市次郎さんへご案内した。そうなんです。ありがとうございます。その例は。そういうご縁があったんです。だから僕も全然並んでて、どんなラーメンが出てくるのかなって分かんないまんま順番で言われて入った瞬間だったもんで。だからもうそういう結びつきとかも僕なんかえらいいい人ばっかりに巡り合わせあって幸せなんです。だもんだからいただいたラーメンの初めから気持ちがもう違いますね。そうですか。ありがとうございます。でその時に伺ったら、実を言うと夜もやってるよと。でも夜は言ってみるといろいろ料理を出して、で最後にもラーメン、じゃあそれを食べたいなといつか思ってて何回かチャレンジして。ようやく今日来ようと思ったら帰ってラーメンしか作れない日だけど、すみません。帰ってすごい思いを。だからこの動画を見た方は、夜行けばこんなことできるのかなって言ったら、ちょっと特別扱いしても申し訳ないですけど、たまたまこういう巡り合わせになっちゃったんですよ。たまたま巡り合わせなんですね。本当は今日は料理もいただいて、最後にその煮干しのラーメン。すみません、その予定だったのに。いやでも帰ってこんなスペシャルな。こんな風にラーメン3種類をいただけるなんて普通ないですもんね。ありがとうございます。本当に。だから次回はね、なんかこうやって絵もあったんで、もうワイン飲みながら、ぜひちょっと料理を楽しみましょう。それとなんか夏らしい冷たいそうですね。ものもいただけたらなというふうに思います。美味しくいただきました。ごちそうさまでした。どうもありがとうございます。